この動画をご覧いただきましてありがとうございます。これからお聞きいただきます物語の終わりに覚醒の合図は入っておりません。お好みの音量に調節していただきましたら、ゆったりと楽な体勢をとってください。そして、例えば、そっと目を閉じて、物語がただ聞こえてくるのを感じながら、また、物語を聞いているというよりは、なんとなく流しているだけのような感覚で、あるいは物語からぼんやりと思い浮かんでくる何かを心の目で追いながら、よろしければそんな風に聞いてみてください。もしかすると、そうしている間に、だんだんと感覚が変化してくるのが感じられるかもしれません。そのうち、心の目で何かを見ているような、見ていないような、物語を聞いているような、聞いていないような、なんだか起きているような、眠っているような、そんな感覚に、無意識に身を委ねているかもしれません。そして、ご自身のタイミングで目覚めることもできます。さあ、耳を傾ければ、ご自身が呼吸する静かな音を聞くことができるかもしれません。息が入ってくる感覚や息が出てゆく感覚をしばらくの間味わってみましょう。それではお話を始めてゆきます。白い雲が浮かぶ青空。もしも私が白い雲が浮かぶ爽やかな青空だったら、何が見えるか心に思い描いてみたんです。そうすると、私からは何でも見えているようです。たくさんの木々が
緑の葉を生き生きと茂らせる公園や、波がキラキラと光る海のそばの防波堤や、思い思いの形をした家々の屋根、白く眩しく輝く子供たちの学びや、そして私からは何でも聞こえています。かわいい小鳥たちのさえずり、繰り返す波の音、生活の中の優しい物音、子供たちの笑い声、私は感じるんです。木々の間を吹き抜ける風、潮の香り、暮らしのぬくもり、喜びに跳ねる子供たちの心、私はそれらのすべてを見るのが大好きなんです。私はそれらのすべてを聞くのが大好きなんです。私はそれらのすべてを感じるのが大好きなんです。なぜなら、それらのすべても私に優しい眼差しをくれるから。私の腕の中で喜びの音色を響かせてくれるから。私の胸をさまざまな喜びで満たしてくれるから。私の夢はいつもいつもあるところへと帰って行きます。そこにはとても美しい光景が広がっています。耳に心地よい音楽が流れるような、そんなところ、心がある思いに満たされるような、
そんなところです。私が深い夜の色の衣をまとうとき、星々がキラキラと輝き、深い夜にきらめきの瞬きが散りばめられて、あたりが心休まる静けさに包まれるとき、私は聞くんです。安らぎのうちにあって、ほのかに流れてくる、あの美しい旋律を、その旋律に乗せて、聞こえてくる、あのまろやかな歌声を、私は聞くんです。そんな時、懐かしい思いが胸に湧いて、私の心の奥の奥の深いところに何かがそっと触れるんです。広い夜空に丸く満ちた月がぽっかりと浮かんでいます。白金色に輝き、美しい模様を浮かび上がらせている様が、私の心の目に大きくくっきりと映ります。すると、どこからか寄せては返す波の音が聞こえてきます。私の心は月の輝きの神々しさに奪われたまま、けれどその波のさざめきもまた私の心を優しく撫でてゆくのを感じています。
月光にキラキラと光る砂浜に波が打ち寄せ、去ったかと思えば、また打ち寄せて、波打ち際の白い泡が夜色の海のレースの縁飾りのように揺れています。それはまるで弦楽器が奏でる優雅な音楽に合わせて踊る貴婦人のドレスの裾のように砂浜をさらさらと柔らかく撫でています。白い泡のレースに柔らかく撫でられると砂浜の小さな小さな砂粒たちも弦楽器が奏でる優雅な音楽に身を委ね、貴婦人のドレスのキラキラとした輝きの一部となって揺れるのでした。私もそう、その小さな砂粒の一つとなって月夜の舞踏会の音楽にうっとりと身を委ねる、そんな心地になりました。月明かりが柔らかく照らす静かな海の波のまぎまぎ揺らめいて、私はやがて心地よさの海に溶け、そっとまぶたを下ろします。私の耳には深い海の中の水の音が響いてきます。そうすると、なんだかとても心が落ち着いてきて、不思議と眠くなるんです。深い夢の中で、私は
美しい色の小さな魚たちを目で追っています。どこからかあのおとぎ話で聞いたようなそれとも聞いたことのないような不思議な歌が聞こえてきます。私の心はこの深海の水に揺られるようにゆら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 さらなる眠りにいざなわれながら揺れています。あちらに見える美しい海藻たちも音もなく深海の底にゆらゆらと揺れていて、私はその海藻たちと同じに揺れ、そしてまた別々に揺れ、同じに揺れて、深い海の底に溶けてゆきます。私の心はこうして何かに溶けることを知ってか知らずか、ただもともとこうであったような気もするし、以前は別の何かであったような気もするし、今目の前に広がる深海の美しい光景が、美しい魚たちの群舞と不思議な歌が私の心そのもののような気もしてくるんです。一条の光が山の上に差しました。紫色の稜線が濃い緑色に染まり始め、
山の動物たちの声が重なり合って静かに動き出す朝の気配を感じます。そうすると、私の目には一本の木の節くれだった太い枝が見えていたんです。木々の葉が動物たちの動きに合わせて揺れてさわさわと楽しげな音を立てています。太い枝を見ている私の心は知らぬ間にワクワクと好奇心に満たされていました。私はゆっくりと片方の腕を伸ばし、目の前のその枝をぎゅっと音がしそうなくらい手のひらと指でしっかりと握りしめました。握ったら枝と葉がゆっさと音を立てて揺れました。握った枝の太さや木肌の感触を確かめながらもう一度枝と葉をゆっさと揺らしました。私はその様子を見ながら、今度はもっと大きな音を立てようと、両手で体ごと枝にぶら下がってみたんです。すると、見事に弾んだ枝と葉がわさわさっと笑うように音を立てます。枝と葉がわさわさっと笑うのが嬉しくて、私もお腹から笑いました。それから両手でぶら下がった自分の体を
重く、そして軽くも感じながら、枝を握る手に力を込めました。そして、少し先に見えている、ちょうど良さそうな枝を、しっかりと見据え、ぶんぶんと両足を前後に大きく揺らしながら、体ごと大きく振って、片方の手で、その新しい枝をパシリとつかみました。私は、右手と左手、それぞれに握った枝の間に、ぶら下がる格好になりました。両の手の2本の枝の緑の葉がゆっさゆっさと揺れて、わさわさ、わさわさと笑うので、先ほどよりも賑やかになりました。私もまたお腹から笑いました。そしてまた次の枝、そのまた次の枝をわさわさ、わさわさという笑い声を聞きながら、しっかりとこの手に掴んでゆきます。私はその手触りを自分の体の重さや軽さを確かめるんです。その度に私の視界は上へ下へまた上へまた下へ面白く揺れるのでした。私は楽しげに笑う枝々を心のままに掴んでは離し、
掴んでは離し、そして体が大きく、面白く揺れるままに、広く遠い緑の葉の下を渡ってゆくんです。美しい鳥たちが一斉に羽ばたく音が響いて、私は青い空を見上げます。そこに私はいるんです。そしてまた枝を掴んでぶら下がり、大きく喜びに満ちた呼吸を繰り返す音が聞こえる。そこにも私がいるんです。